刀で試し切りするときに切れない人、要は下手くそな人ですね。何がダメかっていうと、まず基礎が全くできてないんですよ。昔ね、死山とかその刀で刃筋を通すことに関して本を出しませんかという話が、出版社からとか、あとはそういう武道系の DVD を作ってる会社から結構オファーが来たんですけど、全部断ってきました。なぜかっていうと、本にならないんですよね。で、本にならないってどういうことって思うかもわかんないんですけど、僕が書くと1行で終わっちゃうんですよ。で、骨の向きを整える、それだけなんですよ。で、例えば斜めに切ることを斜めに切ることを毛さ切りって言います。で、毛さ切りするときに多くの動画が上段に振りかぶって、でなおかつこういう風に教えてるんですよね。斜めに捉えて、これまっすぐ振ったらこれ切れるんじゃなくて平叩きなんですよ。刀の刃先じゃなくてこの刃じゃないところで叩くことになるんで、一見畳表がパスンって切れてるように見えても刀がすっごいしなりながら負担かけながら切ってることになります。で、ちょっと持って。あとね、もう一つ、その骨を整えるっていうのあんまり本当は教えたくないんだけどな、金ももらってないのに。カットっすね。いいんじゃない。で、こう構えた時点で斜めには切れません。で、なんでかっていうと、さっきから言ってるように骨の向きが合ってないから。簡単に言うとね、人間の骨格って決まった方向にしか動かないんですよ。ですからこう構えるとどういう現象が起きるかっていうのを説明しますね。まずこの状態のままで肘を伸ばす。だから左手から伸ばします。右手伸ばします。はい、これ切れますかって話なんですよね。左手はこっちに行こうとする、右手はこっちに行こうとする、それなのにこう切りたい。これはもう物理的におかしな話なんです。で、理想的な動きって構えっていうのはこういう構えなんですね。これで左肘伸ばします、右肘伸ばします。合致するでしょ。これで初めて刀と体が一つになっています。多くの人がやってるのはこういう構え方だからね、僕はっきり言って YouTube に向いてないんですよ。性格あんまりいい方じゃないんで、それは自分でも自覚してます。もう動画のついでだからもう過激発言しますけど、あなたが通っている道場の先生が手先切りするときにこうやって構えてたら、その人から学ぶことは何一つないよ。正しい動きっていうのはこうだから、必ず合致する。まあ一かなり度過激なこと言ってるけど、本当に習うことは何もない。じゃあ、実際に切ってみましょうかね。分かりやすい。で、もう一つ、こういう風に構えさせて切るのを教えてる道場通う必要ない。はっきり言って下手くそ。教える資格もない。なんでかっていうと、例えばですよ、戦車、第二次世界大戦の頃の戦車ってでかいんですよ。重戦車なんか言いますけど、で今の戦車どうですかっていうと、だんだん薄っぺらくなっていってるんですよね。それなんでっていうと、敵から狙われにくい、面積が大きければ大きいほど敵の砲弾を浴びるわけですよ。日本刀も全く一緒。こういう風に構えると、腕切ってくださいって相手に見せてるのと一緒なの。これがここにあると狙う範囲が小さくなるので、で
いう話、車バンバン通ってるから声入ってるのかどうか字幕つけるのもめんどくさいんでね、とりあえずこうじゃない、横から見て右の手がこの字になるのが一番理想。つばは、顔の、おでこの前かな。で刀が、頭に触れるか触れないかぐらい、これぐらいが一番理想。なんで理想やねんと言われるかもわかんないですけど、それが理想なんだから仕方ねえよ。いきます。構える。でなんか初心者に教えるときに、僕も言うんですけど、釣り竿ね、リールを遠くに投げるように振ってくださいってこれもあくまで初心者向け、結果的に物は切れるんですけど、そういう教え方ばっかりする道場通う必要ないです、はい、今すぐやめてください。刀は腕を伸ばしたらダメ、切れない。であと引いて切るって教える道場も、今すぐ通うのやめてください。引いて切るんじゃなくて結果的に引いて切ってるように見えるだけ。はい、いきます。で力任せに振るんじゃなくて肩の力をストーンと下に抜くだけ。自分で切るんじゃなくて刀に切らせる。すごいゆっくり肩を下ろしますね、この状態から。これでもうこんだけ切れるんですよ。そこにあとは体の重さをちょっと乗せていく。ちょっとこういう風に切れるわけですね。もう一回いきます。肩の力を、手を伸ばさずに肩の力をストンと下に落とす。こういう感じすると地面切ることないんですよ。なんでかって言ったら手首使ってない。ほんでね、かなり敵を増やすことになると思うんだけど、もうこの際だからはっきり、あなたが通ってる道場の先生が物切りしてたり居合の型してて、こういう風に切ってる、切り終わってたら分かりますかね、全体から見て切っ先が地面に向くっていうような切り方、刀の振り方してたら、その人から学ぶことは何もない。はっきり言って素人。手首は使わず肩の力だけで切りますから、手首使わないっていうことは必ず水平で止まるので、水平で止まらなかったらどんなことになるかっていうと、例えばここまで振り切ったってなると、刀の胸をね、足で挟んで踏みつけるっていう、技が実際に古武術で残ってるんですけど、隙になっちゃいます。水平で止まってるとね、よっぽどかかと落とし上手な人じゃないと刀踏めないですからね。ここで止まる。一回いきます。肩の力をストンと落とすだけ。いやでも水平で止まる。で高さは腕で決めるんじゃなくて体の高さで決める。腰の高さですね。ということで、今回のレクチャーここまで。基本的にタダで教えるの嫌なんで、次回があるかどうかは分かりません。かといって金払ったら教えるかちょっと教えないのが僕なんですけど、じゃあ何がしたいねんと、刀をね、とにかくこう存在に扱ってほしくないということでこの動画を作りました。なので次回の死産に関するレクチャーがあるかどうか未定です。あるかもしれないしないかもしれない。なので、チャンネル登録する必要はありません。 YouTuber ではないです。参考にしてもらえればそれで結構です。だからむしろチャンネル登録しなくていいです。はい。じゃあ最後に、僕の華麗なる死産テクニック、他の人と切り方が絶対今のブライアンから来てるでしょ。じゃあ襟返しってやつやりますね。着物にこう襟ありますよね。でこう切ってまた上からこっち
の襟なぞるっていうところから、襟返しって言うんですけど、これね今よその道場とか流派でも襟返しって言葉結構使うとこ多いです。実はこれ僕の造語なんですよ。でそれまでは、特に、まあいいや、特に名前なかったんですよね。襟返しっていうのは僕の造語です。これもまあ覚えてもらえれば。じゃあ